不安になった時って気をつけなきゃいけないのが、あんまり食べれなくなってくるとか、あんまり寝れなくなってくるとか、それは良くないですね。眼科医の平本です。今日は大丈夫、あなたは大丈夫、一生見えるから安心して寝ましょうってことについてお話ししようと思います。毎日不安で、動画を見たりだとか情報を得たりだとかして、それでもやっぱり不安で眠れない、心配だって方もたくさんいると思います。そんな方に大丈夫だから心配しないでって言いたいんです。もちろんあなたの目を私が直接見ているわけではないから、本当に完全に大丈夫か完全にわかるわけではありません。けれども、心配してっていう人が本当になんかすごく完全に両方見えなくなっちゃうってことが多いのかっていうと、そうでもないんですね。どちらかっていうと、経験上大丈夫だろうって思っていた人が続々と悪くなって、最後の最後心配はするけれどもっていうことの方が多くて、ちゃんと前の方から心配して気をつけて対応している人が悪くなる。もちろんそういうケースもあるよ。そういうケースもあるんだけれども、そういう人が多いわけではないっていうのをちょっとまず事実として知っていただければと思います。で、考える準備ね、もちろん例えば悪くならないようにこういうことをしなきゃとかね、ああいうことがいいんだとか、それを知ること、運動とか食事とかね、日常生活、さらにはいい医者を見つけてそういう医者にかかるだとか、それはね、とっても大切なことです。大切なことなんだけれども、心配しすぎるってこともあるんですよ。これが難しいですよね。どっから心配しすぎで、どっかまでは心配しすぎではないのってことになります。まず自分でどうしようもないことっていうのは心配しすぎというふうに考えていただいていいかなと思います。例えば将来悪くなったらどうしよう、今はそんな悪くないのにって場合、今現状なんか悪くなったり進んでるわけじゃないのに、今後悪くなることってもちろん可能性はあるんだよ。あるんだけれども、じゃあ心配したからそうならないように完全にできるかっていうとそうじゃないじゃないですか。できることは少なくともこれを見ているあなたはちゃんとやっているはずなんですよ。だから心配してむしろ調子悪くなることはあるっても、それによって良くなることはないので、それは心配しすぎなんですよ。で、心配って非常に真面目な人がするわけですね。実は心配って大切なことでもあるんですよ。そういう心配しちゃうあなたは実はいい考え方では基本的にあるのね。心配するからこそ食事に気をつけたり運動したりしますし、将来のためにお金を貯めたりだとか、はたまた勉強しておいたりだとか、ね、そういうことをするわけじゃないですか。だから準備を整えるという点において、心配性であることはメリットになるんですよ。だから私は心配性でもうこれはしょうもなくて、かつなんていうか良くない性格だって思うかもしれないけど、良くない性格ではないんですよ。いい性格なんです。あなたにとって辛いっていうのはあるかもしれないけど、なんていうか、あなたの病気が悪くならない、あなたの生活が悪くならないためには必要だからこそ人間って心配するようにできてるんですね。心配してちゃんと準備をすることによって生きながらえてきた、そういう人類の歴史があるからこそ人間は心配になってしまうんですよ。ただそれは現代社会においてはなかなかストレスになってしまって負担になってしまうこともあるから、そんなに心配をすることはあまりしなくても大丈夫だよというふうにやってると。そしてこれを見ているってことは心配としてはもう十分なことを、この動画だけじゃないんだけどね、他のも見てってことなんだけど、十分なことはやっていると自信を持ってくださっていいかなって思います。で、心配不安というのは消すことはやっぱり難しいです。で、消したいよね。消したいし、この不安がなくなれば、安心して明日から生きていけるようになれば、そう思うんだけれども、そうはなかなかねいかないからこそやっぱ不安になってしまうわけで、でやっぱりそうやって将来または今の状態が不安になってしまうと、
病気に対してだけではなくて人生に対して、すごくこう嫌な考え方になって、つまり辛い考え方になっちゃったりだとか、そういうこともあるので、病気に関してはもうしょうがないであれば、生活に関してとか他に関してはもうちょっとおおらかに考えようにしようとか、そういうふうに、ちょっと意識づけしていただけるといいかなと思いますね。でこれはなかなか、正直言って難しいけど、多くの方は本当に大丈夫なんですよ。でね、実際ね、明日にもね本当に悪くなっちゃうっていう状態だったら、それはねちゃんといろいろ考えてほしいんだけども、そうでもなくて、一応ね病気としては悪くなる病気だから不安だとか心配だっていう場合は、そうその不安は当たらずに、心配なことは起きてこないから、あまりなんとかなネガティブにならずに、よく寝てほしいなって思うんですよ。こうやって自分のことを思っておけば、必ずあなたの目は今よりよりいい方向性に行くというふうに思います。で、寝るっていうことが結構重要で、不安になった時って気をつけなきゃいけないのが、あんまり食べれなくなってくるとか、あんまり寝れなくなってくるとか、それは良くないですね。そうすると余計気持ち落ちちゃうんですよ。だから好きなものを食べて、食事を気をつけましょうって言ってるから、あんまり好きなものではなくて、なかなかなっていうものを食べざるを得ないよってことあるかもしれないけど、そんな中でも、好きなものを食べたりだとか、たまにはちょっとね、ずるずるわけじゃないんだけれども、ちょっとこの頑張りを休んでいただいて、自分のしたい、食べたいものを食べてください。で、眠れない、って場合はやっぱりできればきちんと受診をされて、やった方がいいですね。心療内科とかスリープクリニックとか、そういうところですと、昔はね睡眠薬ってすごくきついもので依存性もあって、一度飲み始めちゃうともうダメだよみたいなイメージがあったと思いますし、そういう時代はありましたが、今の睡眠薬とかお薬とかって、比較的昔よりは依存性が少なくなって、でかつ、次の日まで残ったりとかもしづらくなってっていうお薬も結構出てきてるんですよ。ここ10年ぐらいかな、結構いいお薬が出てきてるんですね。なので、そういうところに頼ってみて、よりいい睡眠をとっていただけることによって体もそれで回復してくるので、ちょっとそれは意識的に、そういうところにかかったりだとか、眠れる環境を作ってあげて、睡眠を取ろうとしていただけるといいかなと思います。そしてあったかくしてください。寒いところでこうブルブル震えながらとか、クーラーとか、寒い環境下にずっといるとか、そうなってしまうと気持ちまでこう落ち込んでしまうところがありますので、できる限り、あったかい、お家をあったかくしてリラックスできる環境を作って、場合によっては、アロマとか匂いとか、つまり五感もうまく使ってほしいんですよね。視覚、つまり見るっていうのは確かに五感の中で最も優れていて、最も鋭敏な能力を持っているのは確かです。遠くのものに音を届けるよりは見る、光るの方が早いわけですよね。遠くの人に触れるのは難しいけど、見る、簡単ですね。光は早いです。なんだけども、他の感覚を大切にしてあげることによって人生の深みだとか、いろんなことを味わうことができます。例えば耳はね、さすがに使うと思うんですよ。人の声を聞くとか、私の声も今聞いてると思います。匂いどうです？今日の朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんはまだ食べてないかな。食べました？晩ごはん。匂いどうでした？覚えてます？
いや何食べたかも覚えてないって、それもあるかもしれない。記憶がねちょっと薄くなってきたのかもしれないんだけども、じゃあ直近の食事でいいですよ。どんな匂いしたか。多分嗅いでないんじゃないですかね。クン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 嗅げって言ってるわけじゃないの。ね、それちょっとねマナー的にいろいろあるから、それはしないにしても、普通に食べる中でもお味噌汁の匂いだとか、焼けたお魚の匂いであるとか、米のこう炊いた後のふわっとしたこの匂いとかってありますよね。あるんだけど、あれって意識的にしていないとその感覚をあまり味わえなくなってくる。なので匂いっていうのを意識的にやっていただけるといいかなと思いますね。そして感覚、触った感覚、これも大切になってきます。特に人との触れ合いとかね、誰かと握手するとか、ね、そういうような場面だとか、家族がいたらね、それと仲良くしてみるだとか、そういうようなこう肩を組むでもいいですよ。そういうふうに何ていうか触れ合う場所とか、人間じゃなくてもいいし、ね、動物とかね、猫撫でるだとか、犬撫でるだとか、フェレット撫でるだとか、いろいろありますよね。だからそういう、はたまた、普通のね物理的な金属持つだとか、そういう時の冷たい感覚だとか、あったかい感覚だとか、特にあったかい感覚ね、そういうのを持っていただけると、いいかなと思いますね。こんな感じで、感覚使っていくことによって、人間っていうのは非常にこういろんなことに鋭敏になっていきます。結果、視覚見る機能に関しても、いい方向に転ぶことがあるので、五感を使うっていうことも、意識的にやって、今の見えている世界、匂い全てで感じて、この世界を楽しいといいなと思っていただけると、ちょっとでもね、ちょっとでもいいから思っていただけるといいと思うし、そう思うことによってより目はいい方向に行くと思ってください。今日はこれを見ているあなたは、少なくとも大丈夫、ね、一生見えてる可能性は高いから、あまり心配しないでと。で、よく食べてよく寝て、ね、で暖かいところにいて、で体を落ち着かせてくださいと。そうするとちょっとは気持ちも和らぎやすいので、気をつけていただけるといいと思います。こんな感じでね、なかなか回りにくい動画だと思いながら出してんだけどね、いろいろ日々出していきますんで、ぜひチャンネル登録、ベルマーク、あとコメント欄にコメントで私への励ましのコメントだったり、自分への励ましのコメントだったり、あとは他の人への励ましのコメントだったり、ね、あと高評価ボタンとかも押してくださればと思います。よろしくお願いします。